では今日はですね、手裏剣のポイントについてちょっとお話ししたいと思います。で、手裏剣を打ち始めて、ある程度距離を伸ばしたいとか、あとはちょっと刺さりが悪いなっていう時にこのポイント、ちょっと考えていただくと刺さりが少し良くなるかもしれません。で、ポイントの前になんですけれども、まず自分の持っている手裏剣の長さ、それから太さ、形状、そういったものをしっかりと把握することから始めてください。で、よくあるこういう15センチの長さの手裏剣、これよく使われている手裏剣です。15センチの長さに6ミリ角で、切っ先が2.5センチのものなんですけれども、こういったもの最初に使う方結構多いと思います。で、それよりもちょっと長いもの、これもね6ミリの、丸、太さは6ミリです。つまりこれとこれは、数字的には同じものですね。形状の違いはありますけれども。で、こちらでただし長さがこっちが18センチあります。18センチ、15センチ。この違いなんですけれども、実はこの手裏剣の長さによって手裏剣の倒れ方大きく違います。で、倒れ方が違うとやっぱり刺さり具合に影響が出てきます。ですので、まずは自分の持っている手裏剣の寸法、これを正確に把握することから始めてみてください。さて、それで手裏剣のある程度打ってくるとですね、自分の手裏剣の癖というか分かってくると思います。刺さらない原因なんですけれども、いくつかあります。一つが的に対して手裏剣がお辞儀してしまう、首が落ちすぎてしまって刺さらない方、そして的に対して手裏剣が右であったり左であったり左右にぶれて刺さらない、最後に手裏剣が全く倒れずに的に当たってしまう。多分この3パターンに分かれると思います。で、始めたばっかりの人は手裏剣が回りすぎて倒れすぎて刺さらないっていうパターンがほとんどだと思います。人間どうしても手首がねこうついてる以上、打つ時にどうしても少し手首使ってしまいます。その結果として自然に投げるとこういう棒状のものっていうのは回ってしまう。なのでお辞儀しすぎてしまうっていうのはある意味でこれ普通のことなんです。個人的には巻物も何もついてない鉄の棒をまっすぐ4分の1だけ打つっていうこの直打法っていうこの軌道自体がちょっとある意味技というか、言ってしまうとちょっと不自然な打ち方なんですね。自然に打てば回転してしまうものだと私は思ってます。ですのでちょっとこう無理をしてその回転をいかに止めるかというか回転をコントロールするか、そういった技術が直打法だと思ってます。それで、回りすぎてしまう人の、コツなんですけれども、コツって言っちゃいけないのかな、ちょっとポイントなんですけれども、手裏剣を打つときにですね、このまま打って手首が返ってしまうからどうしても回転をしてしまう。ですので手裏剣は手の内手の中で滑走させる、少し滑らせるといいますか、最初に手裏剣を練習の仕方を教えた時に、これ以上柔らかく持つと落ちちゃうよっていうぐらい柔らかく持ってくれってお話ししました。そして手の中でちょっと滑らせるように投げてくれって話をしました。で、すっぽ抜ける直前なんですけれども、ほんの少しだけこちら側に逆向きに力を加えてあげる。つまり90度で発射されるのではなく、少し倒れたところからゆっくりいくとこういう手の動きですね。
を少し逆向きに押すというか、ちょっと弾いてあげるというか、こういった動きをすると手裏剣が回転してしまう時間を遅らせることができます。つまりスタートが明らかに角度が違うわけですね。ですので90度から発射するものよりもこの角度から発射した方が倒れる時間が遅くなる。こういった形で例えば距離の違い、長い距離を打とうとした時にこれをもうちょっと調整をしたりする一つの手段として使うことができますが、ここで一つ、ある程度慣れてくる方、手裏剣ある程度刺せるようになって距離を伸ばした方の中に手裏剣が倒れずに当たってしまって刺さらないという方出てくると思います。で、そういった方はですね、今度逆に4分の1回転をさせるコントロールしなきゃいけないんですね。つまり手裏剣には段階があって、一つは手裏剣を倒さないように練習をする段階で、慣れてきたら今度は手裏剣が倒れずに的に当たり出す瞬間必ず出てきます。そうしたら今度は手裏剣をある程度距離によってコントロールをする練習が必要になってきます。で、この滑走なんですけれども、あまりですね、こういった15センチぐらいの手裏剣だとちょっと向かないと言いますか、倒れるのがどうしても遅くなってしまうんですね。で、手裏剣が倒れるのは長さ、それからこの太さに起因してくると思います。ですので、こだわりがない方というか、流派での手裏剣が決まっていない方は15センチの手裏剣でもし倒れないよっていう時には長いものを使った方が倒れやすくなりますというか、コントロールしやすくなります。なので手裏剣を変えてしまうっていうのも一つの手です。ただどうしてもこちらの15センチにこだわりたいよっていう方、本当はね、これ長さと太さに起因するので少しね細くしてしまうと15の例えば5ミリぐらいにするともっと倒れやすくなると思うんですよ。で、もしくはもうどうしても倒れないという時にはもっと短くしちゃう。13.5 センチで6ミリとかだともっと倒れにくくなると思います。そんな形でね、手裏剣を変えるだけでもかなりこの倒れ方って変わってきますので、まずは自分の手持ちの手裏剣の癖といいますか、寸法などをしっかりと頭に入れて練習をすると、上達の一つのポイントになるかなと思います。その上で少し弾いてあげるというか、逆向きの力を加えてあげる。ただこれもね、あんまり多用してしまうとちょっと違ってくるんですね。なんで補助輪といいますか、今ストライダーでしょうかね、主流はそういったものだと思ってください。あんまりこれだけをメインにしてしまうとどっかでまた行き詰まる瞬間が出てくると思います。ですのでなるべくなんですけれども、自然に投げてコントロールできるように、直感的にコントロールできるようになってしまうのが一番いいです。ただそれがどうしてもできないよ、ちょっと距離意図的にちょっと手裏剣が倒れるというか仕事をするタイミングを遅らせたいよっていう方は、このちょっとだけこの後ろ方向に火力するといいますか、こういったものを使うといいかと思います。ちょっと打ってみます。
初はこのように回りすぎてしまう。これ回る要因のもう一つなんですけど、手がここで止まってしまうと回りやすくなります。当然なんですけど、ここで止まった分だけてこの原理じゃないですけれどもね、切っ先が倒れてしまいますので回りやすくなります。なので最初は手を振り切ってください。しっかりと振り切るだけでだいぶ違います。これが止まると刺さらなくなっちゃいます。ですので手を振り切ってください。しっかりと下まで落としきった方がいいですね。この上でちょっと距離を伸ばすときにはほんの少しだけお尻を押してあげます。あまりね、同じところを狙うと手裏剣同士がぶつかっちゃいますんで、ちょっと笑けさせます。このように少しお尻側を押してあげる、弾いてあげる、こういうイメージを持つだけで手裏剣の距離ぐっと伸びていきます。もしくは最初始めたばかりの方とかでどうしても手裏剣がお辞儀しすぎてしまう、倒れしすぎてしまうっていう方は少しこれを使ってあげると手裏剣が回転するスピードがだいぶ遅くなります。ですのでこれをちょっと試してみてください。必ず手は下まで落としきってください。くどいようですが手が止まってしまうと回転してしまいます。ですので手は落としきってください。それとですね、手裏剣が安定しない要因の一つにちょっとこう刺そうっていう勢いが強すぎまして振り上げすぎてしまう。ここでなくてここまで振り上げてしまったり、この距離で届かせようと思ったらここからだと届きます。なのに無理にこう大きくしてしまうとブレる原因になります。ブレが大きくなると当然手裏剣刺さりません。ですのであまり上げすぎないようにしてください。ついつい勢いでよいしょ上げてしまうと刺さらなくなります。ですので、なるべくコンパクトに打ってあげた方が最初のうちはいいかもしれません。そんなにね強く刺そうとか思わなくてもいいです。手裏剣軽いって言っても 30g もあります。30g もある。しかも鉄製で先が尖ってる、そんなものを投げてますので力は弱くても十分に刺さってくれます。ですのであんまり勢いよく振りかぶって打ちすぎない方がいいです。あまり強く振り上げない、ごくコンパクトな間合いからここから刺そうではなくて手をしっかりと下ろしきってしまいます。この時に上げすぎない、
欲張りすぎない、本当にごくごくコンパクトなフォームから打ってあげるぐらいでいいです。コンパクトな方が安定します。野球でもテニスでもゴルフでも一緒ですよね。あんまり大振りにするよりは小さく打った方が軌道は安定してます。ただね、これやりすぎると手裏剣痛みます。なので、あんまりまとめすぎないようにしてあげてください。手裏剣当たってささくれると怪我の原因になります。先ほども言ったように手の内で滑走させます。手裏剣に傷がついてると、ささくれた鉄が手の中をすり抜けていきますので、気がつくと怪我をしていたなんてことがよくあります。なのであんまりまとめすぎないように適度にばらしてあげてください。力入れすぎないこと。どうしてもね、刺そうと思うと強く打ちたくなるんですけれども、よく刺さります。手裏剣ってのは刺さるようにできてます。なのでそんなに力入れないでください。ちょっと一つ実験してみます。手裏剣を持ちます。逆手に持ちましょう。逆手に持って力の限り畳に刺します。結構思いっきり刺さりました。ごく小さい間合いからコンパクトなフォームから投げます。どちらが刺さっているか。上が力の限り打ちつけたものです。で、下がごくコンパクトな間合いから軽く打ったものです。5ミリぐらいでしょうかね。コンパクトな間合いから打った方が刺さりがいいです。逆手に持って刺すものよりも小さく打った投げた手裏剣の方が非常に強い力を発揮してくれます。なので物を投げるっていうことはとても大きい力を発揮してくれます。なので安全に配慮しながらこういった練習をしてみてください。一応今日はちょっとしたポイントということで、この回りすぎてしまう方のためにちょっとこのお尻側を手の内で滑走滑らせる、そしてお尻側をほんの少しだけ押してあげる、この打ち方ちょっとご紹介させていただきました。ただくどいようなんですけれども、これを全てにおいて使うようにしないでください。あくまでストライダー補助輪のようなものだと思ってください。あんまりね的を撫でるような動きになってしまうんですね、これをやってると。そうするとね、これはこれであまり良くないんです。良くないとは言わないんですけれども、ごく自然にストンと打てる、それがやっぱりあくまで一つの理想だと思ってます。ですので最初の方、この一度お尻側をちょっと押すやり方
試してみてください。あと最後に左右にぶれてしまう方に関しては、これはですね、指に引っかかっている方が非常に多いです。そういった親指に引っかかりすぎる、つまり親指の力がちょっと強すぎる方は左に回りやすいかな。あ、逆か。親指だとこっち側ですかね、回りやすくなってきます。で、逆に人差し指、中指あたりに引っかかってしまうと、右の上げの場合はこっち方向ですかね、左方向に回りやすくなってしまいます。なので指に引っかかると左右のブレが起こりやすくなると思ってください。この場合はもう対処方法はですね、なるべくもう指力入れないこと。で指に力を入れないためには体に力を入れない、体をリラックスすれば指先がリラックスする。どっちが先かはわからないです。ただし密接に関係してます。なので指先だけ力を抜いても体がこわわっていたらやっぱり引っかかっちゃいます。なので体からリラックスしてください。体でリラックスすれば指先もリラックスします。そういった状況でなるべくリラックスをして打つようにしてみてください。余分な力が入らなければ安定してきます。何度も言いますが、周りの安全は十分配慮して、そしてより楽しんでこういった練習をしてみてください。はい、じゃあ今日はちょっとポイントのお話しさせていただきました。最後まで見ていただいてありがとうございます。今日は終わります。ありがとうございます。